サワディーカー、青の旅時間。骨折した足でぐるっと三国コーカサスへ GO 第4弾。いよいよ3カ国目のアルメニアです。前回までのアゼルバイジャン編、ジョージア前編ご覧いただけましたか？まだの方はこの後ぜひご覧くださいね。チャンネル登録もお忘れなく。アルメニアへはジョージアから国境を越えての日帰り訪問となります。訪れるのは国境近くの地域だけですが、そこにも世界遺産があるんです。まずはコーカサス山脈に見守られながら車を南へ走らせ国境を目指します。アルメニアは南コーカサス地方に位置する内陸国で、西はトルコ、北はジョージア、東はアゼルバイジャン、南はイランと国境を接しています。人口は約300万人、首都はエレバンですが、今回は遠くて訪問できません。ちょうど1時間ほどで国境のサダクロ検問所に到着しました。アルメニアの入国はアゼルバイジャンへの渡航歴があると面倒になることもあるそうです。逆もまたしかり。この2カ国間の関係についてはここでは割愛します。入国手続きはこわもてのオフィサーがパスポートを見るなりガイドはとガイドを呼びつけていくつか質問して連絡先を書かせたりしてました。ガイドがいなかったら質問攻めだったんですかね。ちょうどマレーシアからの団体とタイミングが重なって手続きには30分くらいかかりました。入国後すぐ近くのスーパーに立ち寄りました。ドライバーが隣の建物で保険加入の手続きをするためだったんですが、ついでに少し両替。アルメニアの通貨はドラムです。スーパーは素朴な雰囲気ですが、意外と何でも揃っていました。これはアルメニアの薄焼きパンラバシュです。2014年にユネスコの無形文化遺産に登録されました。ところがアゼルバイジャンをはじめとした西アジアの国々がうちにも薄焼きパンがあるぞと異議を唱えて、2016年にアゼルバイジャン、イラン、カザフスタン、キルギス、トルコのフラットブレッドも登録されたそうです。お土産っぽいのも売っていましたが、おすすめはアルメニアブランデーだそうで、帰りに国境の免税店で買えますよと言われ、ここでは何も買いませんでした。ロリという地方の山あいの道を進んでいくと独特な風景が広がっていました。緑の中にところどころに錆びたクレーンやレンガ造りの建物が見えます。この辺りはかつてソ連時代に鉱山で栄えた地域で、今も一部は稼働しているようですが、多くの施設は廃墟のようです。この辺は集落になっているようで、人や車の往来がありました。鉱山の機械音が山あいに響いて、かつてのにぎわいを想像させます。急な山道を登っていくと、古めかしい建物が見えてきました。これがアルメニア最北端に位置するアフタラ修道院です。なんだか独特な雰囲気がありますね。この修道院は宗教施設であると同時に敵の侵入に備える要塞としての機能も果たしていました。入り口の前には綺麗な墓石のような記念碑がありました。これはアルメニア独特の十字架を彫刻した記念碑ハチュカルです。墓標として使われることもありますが、多くは祈りや記念のために建てられます。手彫りで刻まれた模様や十字架には制作者の祈りや願いが込められているそうです。ハチカルの象徴性と職人技が評価され、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。
中に入ると緑が眩しい。その中でひときわ目を引く現代的なモニュメントがありました。まるでダイヤの指輪のようですが、ダイヤに見える部分はザクロなんですって。ザクロは豊穣や生命、再生、団結などの象徴とされていて、キリスト教と結びついてアルメニアでは聖なる果実として重んじられています。澄んだ青空の下、石造りの建物が一層重厚に見えますね。アフタラ修道院は10世紀から13世紀にかけて整備された中世の修道院です。この地域はその間、アルメニア王朝やジョージア王朝などいくつかの勢力の支配下にありました。特に13世紀にはジョージア王国に仕えた貴族の支配下に入り、修道院にはアルメニア首都教会の伝統に加え、ジョージア正教会の様式も残されています。敷地の中心に立つのが13世紀に完成した聖母マリア教会です。外観は控えめですが、中に入ると色鮮やかなフレスコ画が出迎えてくれました。壁一面に描かれているのはイエス・キリスト、聖母マリア、使徒たち、天使、聖人たち。実はアルメニア教会は石造りが基本ということもあって、フレスコ画が描かれるのは珍しいそうで、アフタラは例外的なのだそうです。最近描かれたものもたくさんあるように見えましたが、信者にとってはそれが新しいかどうかはあまり重要ではないのかもしれませんね。この場所は今でも聖地として巡礼者を迎え、宗教儀式も行われているそうです。外に出るとまた別世界に来たかのような気分になります。眩しい。外には小さな礼拝堂、修道士の住居跡、貯蔵庫や防御設備の痕跡などが点在していて、ここが宗教と軍事が融合したまさに中世の複合施設だったことがわかります。当時はさぞ立派だったんだろうなぁと想像が膨らみますが、度重なる戦争や政変で何度も破壊と荒廃が繰り返されたのは残念なことです。ロシア帝国時代やソ連時代には宗教施設が閉鎖されていましたが、アルメニア独立後に整備が進められ、こうして観光客も訪れることができるようになりました。ありがたいことです。さて、アフタラ修道院を後にして次の目的地へ。こうして見るとすごい山の中を通ってるんですね。4月は雪解け水で川の流れもかなり激しいようです。続いて訪れたのはロリ地方の古都サナヒンにあるサナヒン修道院です。静かな村にひっそりと佇むこの修道院は、かつては学問と文化の中心地でした。現在は近くのハフパット修道院とともにユネスコ世界遺産に登録されています。ドライバーのジョージさんも興味津々。ジョージアから近いのでツアー先にはなっていますが、実際に訪れる機会はあまりないようです。サナヒン修道院が建てられたのは10世紀。サナヒンという名前はこっちの方が古いという意味なんですって。
近隣のハフパット修道院とはライバル関係にあったのだそうで、ハフパットより古いぞという気持ちが込められているそうです。建物に入ると広々とした空間が広がっていて、素敵な柱も印象的です。この空間はアルメニアの修道院建築によく見られるガビットと呼ばれるものです。歴史を感じる古さの中に威厳のようなものを感じますね。こちらは聖救世主教会。ここで最も古い建物だそうです。ろうそくが灯されているので、ここで祈りを捧げている人がいるということですね。似た作りですが、こちらは修道院の中心にある救世主ハリストス教会。明るくて広々とした印象です。この修道院も宗教施設であると同時に教育と学問の拠点でもありました。思っていたよりも敷地が広くて構造も複雑で、まるで迷路みたい。どれが何の建物なのか説明あったけど分かんなくなっちゃいました。外壁の上の方には修道院を建てた王族の兄弟が教会の模型を持って描かれています。アルメニア中世の建築物にはよく見られるようで、寄進者の信仰と権威を示すものなのだそうです。ここも山の上にあって空気がきれいで静かでゆっくり見学できました。でもそろそろお腹が空いてきましたよ。実はアルメニアではランチを食べられる場所があるかどうかわからなかったので、念のため前日にカリフールでパンやフルーツを買っておいたんです。冬の間はどの施設も閉まっていて、ガイドが2月に来た時はどこも開いてなくて本当に大変だったそうです。4月上旬のこの時期も施設が開いているかどうかは微妙なタイミングとのことでしたが、どうやらランチを食べられるところが見つかったようで、そちらに向かいます。わー、たどり着いたのはまさかの絶景ポイント。空腹も忘れてしばし撮影タイム。いい雰囲気ですね。ここもかつては要塞か教会だったのかもしれませんね。お楽しみのアルメニアランチとは言っても、今日のランチはそもそもパンとバナナの予定だったし、このお店もシーズンオープン直後で広くてガランとしてるし、あまり期待はしていなかったんですよね。メニューは中東やジョージア、ロシアっぽい料理が多いです。歴史的に影響を受けて重なる部分が多いんでしょうね。パンが出てきました。はい、アルメニア名物薄焼きパン、ラバシュです。ガイドの発音だとラバって感じでした。アルメニアワインがあるか聞いたら2本持ってきてくれたので両方注文。この鮮やかな色のジュースはさくらんぼのコンポート。梅酒みたいに最後に中の実を取り出して食べることもできます。小粒なさくらんぼでサワーチェリーって言うらしいです。このタブレが美味しかった。バンコクでもよく食べるし自分でも作るけど何かが違う。クスクスじゃなくてブルグを使ってるからかな。それだけじゃない気もします。青のソテーはベジタリアンのジョージさんのを一口もらいました。
何の野菜だったかな。美味しいってみんなもりもり一口じゃ済みませんでした。そしてこのラムケバブ、私的には過去一で美味しくって感動。ムシュ地方のドルマ、ぶどうの葉で包んだロールキャベツみたいな料理です。ジョージさんが頼んだベジメニュー、これまた美味しそう。これはお店の人のおすすめ、ハーブたっぷりのビーフのクリーム煮。でももうお腹いっぱいで味をよく覚えてないです。このピラフはビーフの付け合わせだけどあっさりしてて美味しかったです。まだ出てくるのって自分で頼んだんですけどね。カワマスのグリル、おしゃれに盛り付けられて登場。だから時間かかったのかな。またしてもお腹がはち切れそうなほど食べちゃいました。ごちそうさまでした。実はここレストランというよりホテルなんです。こんな絶景を見ながらのんびり過ごすのもいいですね。お料理美味しかったし。いやー、最初に期待してなかったとか言ってごめんなさい。さて、アルメニア最後の観光ポイント、ハフパット修道院にやってきました。あれ、なんかどっかで見たような、というかさっき見たような。そうそう、サナヒン修道院で覚えたガビットという空間ですね。サナヒンの少し後に建てられていますが、こちらの方が保存状態はかなりいいですね。かつてはライバル関係にあった2つの修道院が今では仲良く世界遺産というのも興味深いです。この修道院も祈りの場であるだけでなく、学問と文化の中心でもありました。特に写本のコレクションが有名で、かつては世界有数の知の拠点だったそうです。この建物は聖グリゴルに捧げられた礼拝堂と書かれています。こちらも礼拝堂のようです。やっぱりガビットもあります。見慣れた気になってるフレスコ画ですが、アルメニアでは珍しいんでしたね。写本を写すための施設のほかにカフェテリアや大学も併設されていたそうです。現在もカフェテリアと書庫が残っているとのことですが、正直どれがどの建物なのかだんだんわからなくなってきました。この穴の開いた場所も何だったかしら。ここもまた奥が深いです。ハチュカルですね。ここには有名なキリストのハチュカルがあるらしいのですが、今知ったので見逃していたことにも今気がつきました。説明があったのかもしれませんが、素通りしてしまったかも。外の裏手には広々とした空間が広がっていました。丘の上にも建物があります。ガイドさん曰く、
2月に来た時は雪に埋もれていて大変だったそうです。4月上旬でもまだ寒いので、観光は日本のゴールデンウィークあたりからがいいかも。あ、ここにもありましたよ。寄進舎のレリーフ。なんだか愛らしいですね。入った時とは別の門から駐車場に向かいます。あら、お土産屋さんが並んでますね。なんか世界遺産っぽい。ザクログッズがいろいろありました。ブランデーも並んでます。さて、これにてアルメニアの観光は終了です。免税店でブランデーを買って再びジョージアとの国境を越えます。帰りの手続きは行きよりも楽々スムーズでした。トビリシまでは約1時間の道のりですが、街中の渋滞がひどくて宿まで2時間くらいかかりました。ぐったり。夕食はホテルの部屋で軽く済ませました。またもランチを食べ過ぎたので、昼に食べるはずだったフルーツやパンなどで、でもワインはしっかりいただきましたよ。この国境はアルメニアにとって数少ない陸の玄関口となっているので、こんな風に大型トラックがひっきりなしに通っていきます。アルメニアについてはまだまだ知らないことばかり。いつか首都エレバンにも行ってみたいですね。これにてぐるっと三国コーカサスへ GO！ アルメニア小旅行編はおしまいです。いかがでしたでしょうか。よかったら高評価ボタンをお願いします。次回はジョージア後編、再びワイナリーへと向かいます。ぜひチャンネル登録をしてお待ちくださいね。この動画についてのご意見、ご感想もコメント欄にお気軽にどうぞ。それではまた。サワディーカー。